おはようございます。画家の小木曽です。今日も嘘っぽく登場しました。今日はですね、本格版の油絵をお届けしようと思います。こちらの作品ですね、本格版でお届けしようと思います。最後のとこめちゃくちゃ、アップで、皆さんにお届けしようと思いますので、参考になるかなどうかなこんなことしとんねんでっていうとこ、ぜひ楽しんでみてみてください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。早速ちょっと周りのところはもうだいぶ、書き進んだ状態からすみません。今回始めさせていただきました。特に顔のところの描き方で最後の細かい描写というところをお見せしていってますので、楽しんで見てみてください。で、この作品はもう一つの作品、ついで書いておりましたので、周りの木の描き方とかは、こちらの動画をぜひご覧いただければというふうに思います。で、完成油でまず濡らしておきました。濡らして僕は描くという。で、白味という下地とかね、もう何度も動画見ている人に関しては、もう飽き飽きやという感じかもしれませんけども、ちょっと今回は最後のところをかなりアップにして、お見せしますので、よかったらお付き合いいただければというふうに思います。こういうふうに僕、暗い下地に描いていくんですけども、別に明るい下地に描いていかれてもいいと思いますし、でも油絵ってやっぱり明るいところを描いていくんですね。未だにこういう質問結構あるんで、お答えしていきますけど、どっちかというと光の当たっているところを描いていくのに適した画材なんですよ。で、例えば絵の具のチューブなんていうのを画材屋さん行くと、白だけドーンと大きいの結構売ってたりすると思うんですけども、それはそういう意味なんですよね。だから透明水彩とかっていうのは、そんなに白は使わずに紙の白さを生かしましょうっていうのが一般的ですけども、油絵というのはどっちかというと白インパストと言います。インパストで、そういう細かい技法みたいなのも今動画にまとめてますので、今後そういうのを皆さんにお見せできるかなというふうに思います。油絵でこういうテクニックを使っているという、5つぐらいかなに絞って皆さんにお見せしようかなと思います。こういうふうに明るいところを描いていくというね、なかなか逆転の発想なんで難しいかもしれませんけども、光を追うという気持ちを常に持つということが大事です。光を追うということですね。私たちの本当視覚とかっていうのもやっぱり光をどっちかちょっと見ていくと思うんですね。光をちょっと待ってくださいね。急に光が入ってきましたね。印象ガラッと変わるでしょ。でっかでかいなね、正面とかね、逆光とかもうでっかでかですみません。はい、もうなんか乾燥肌がひどすぎてね、すみません。こんな風に光が入るだけで印象がガラッと変わると思います。そして光のところにやっぱり目いきませんでした。すみません。でかでかですね。光のところに目がいくかなという風に思います。で、今、カマイユという単色がですね、黒、茶色、バーントシェーンのあたりと白というので書いています。で、こういったのも今までずっと紹介はしてきてますので、そういうのも参考にされていってください。で、下地の、僕はだいぶ暗くしてますけど、黒ではないんですよね、これ。青と茶色を混ぜたような色とかを、で、もうちょっと明るめに今後していってもいいかなと、ちょっと思ってたりするんですけども、なんとなくずっとこれでやってきているので、少しもうちょっと明るめにとかいうふうにも思う気持ちも若干あるんですが、どうしても初めの墨入れの線みたいなのが見えるように描いていくとなると、なんとなくこのぐらいのグレーの色になってしまうみたいな、暗い色になってしまうみたいなところはあるかなと思います。で、筆とかを使いながら絵の具を動かしながら描いていく。で、やっぱりこれは僕は巨匠から勉強させていただきました。今やったらですね、 Google カルチャーやったかなっていうので、例えば海外の絵描きさん、本当巨匠とかも、例えば本当いつも出てくるレンブラントとか、レオナルドとかラファエロにしても、例えばアングルみたいにつるっとしたような肌を描いてみたいなとか、結構アップにして見ることができるんですよね。そういうで本当に便利な時代になってきていると思います。めちゃくちゃ便利な時代になってきているので、ね、私の動画だけではなくて動画以外のコンテンツ等も利用しながら皆様の向上に役立てていければいいんじゃないかなというふうに思うんですね。なんかぐーっとアップにしていくと絵の具の質感みたいなのがぐーっと分かっていくっていうね、もうそこまでの時代になってきていて、すごく便利になって豊かになってきていると。便利になってきてるけど豊かさみたいなのをね、どうもね、だからこうやっても楽しいおじさんが登場しているわけなんですけども、今日髪切りに行きますけどね、ちょっと絵の具を使いながら、なんか本当に油絵の具で粘土のように扱っていくみたいな感じですね。で、私の動画で、ちょっともしかしてもう削除されているか非公開になっているか分かりませんが、
過去の作品を見た時にその変革期みたいなのがあって、生物画を描いていて、その受験の時はなんか闇雲にマチエルをつけていたのが、生物画にコロッとこう変わった時に、背景とマチエルをこうですね、モチーフによってマチエルを変えるということをやり出した時があったんですよ。でそれっていうのはやっぱりそういうこう絵とか、例えばフェルメールとかの絵とか見たら、あれとか、こんな受験のテクニック使ってへんなとかっていうふうに思うようになった。またこれ上にこう乾かんうちにインパストというのを塗ってってますけども、そういうふうになんかこう自分の中でこうやってきたこととその歴史の中にあるものとの乖離がすごくこう感じられて、でそこの中でこう紡いでいったりとか、こうなんて縦横無尽にこう行き来しながらっていう時間があったんですね。でそれは自分にとっては今すごくいい経験やったなと思うし、それを本物を見る機会というのが大学3年生の時かな、海外のこう美術館とかいっぱい回ってみて、そういうこう経験ができたということは非常に今思えば良かったかなと思います。よくこう美術の教育に携わられている人の中には、もうそんな古臭いものはと言う人いるんですけどもね、なかなかね、僕みたいに古臭いのが好きな人もいますからね、その辺はもう皆さんが取捨選択できる時代やと思いますので、なんかよく未だにありますけども、こういうことしたらあかんって言われましたっていうよりは、こういうこともええかなとか、こういうこともええかなというふうに考えれるようになっていった方が楽しいじゃないですか、ものづくりなんていうのは。なかなかその辺っていうのが、日本人の気質みたいなところがあって、こう言われたんですけどとかよう相談を受けます。そうなるとね、なんて言いながらその先生の考え方もわからんでもないんですけども、最後は自分ですからね。この先生に言われた絵ですというわけじゃないわけじゃないですか。だから自分でそこのところを考えれるようになっていってほしいなと。で、私がやっていることも、これはもう皆さんが選択をすればいいだけで、こんなんやりたないとか、こんなん見たくないやったらそんなん見なくてもいいわけですよね。そういうもんで、そういう時代だと僕は思うんですね。ということで、本当に例えば、今本当によく問題になっているのは、学校に小学校中学校、中学校高校とかで美術の専任の先生がいなくなってきているという問題があるんですよ。で高校なんかもそう結構あったりすると思うんですけども、特になんかやっぱり義務教育中はですね、ある程度専任の先生いていく。中学はいるのか、でも非常勤の先生ということもあり得ると思うんですけども、なかなか人材がね、いなくなってきているという問題があって、で、逆に学校の先生方を否定するわけじゃないですけど、大学の例えば教育学部とかっていうのとか、例えば、東京芸大でもそうですけど、油絵家って油絵のことが中心にしか知らないんですよね。で、もちろん日本画とかも浅く、彫刻とかも浅くは知ってたりするけども、で、僕の中ではこういうことなぜやってるかというと、例えば本当にそういう大学時代に彫刻を専門にしてたとか、デザインを専門にしてたけど、絵を描きたいという学生がいたら困るとかね、教えれへんとかっていう時のためにも役立ててもらえてもいいと思いますし、もちろんそのね、ある程度年齢いってですね、本当よく聞きますよ。会社辞めてね、ポツンと男性ね、一人になって、本当に僕ね、商業施設行くとゲーセンにいる中高年のね、お兄さんお姉さん方を見ながらですね、その時間俺にくれへんかなと本気で思ってますよ。それはそれでね、そのゲームの会社の人にね、潤いを与えてるわけだから悪いことではないとは思うんですけども、それだけではね、寂しいかなと思いますので、そういう方々にも学習の機会になればと思って作っているわけですとか言いながらこんなことをしていってます。やっぱ長いこと現場立ってきたら、もうちょっと広く教えることの面白さみたいなの、これやっぱ YouTube やりながら気づいてしまったんですよね。面白いですもんね。海外の人から鬼好評とかね、オーストラリアとかアメリカとかね、ウィンスコンシン州なんか僕多分人生で言う機会なかったと思うんですけど、とかね、バルセロナからですとかね、あとは最近やったら何でしたっけ、ノルウェーやったっけ、スミムノルウェーじゃなくてフィンランドじゃなくて、はい、あそこの辺ですよね。すみません、ちょっと忘れしましたけど、
とかですね、北欧の方からとか、一時は昔はアフリカとかも来てましたもんね。メキシコとかもね。っていう感じで、まだ一層目でこれだけこう。で、よくこれも受験の時に僕言われたんですけど、乾かしながら書きましょうと、油絵でもですね。乾かんて。絶対乾かへんて。だから、書けるうちに頑張って書くと。もちろん乾燥剤とか入れたら下の絵の具っていうのが多少乾いてはいくんですけども、僕はもうなんかこのウェットオンウェットって言って濡れてる状態で頑張って書けるということを学んでいった方が、油絵の具の良さっていうのがね、出てくると思うんですよね。結局こう長いことずっと技術として残ってきたものっていうのはやっぱその良さがあるわけですよね。だからアクリル絵の具はアクリル絵の具の良さがあるんですけども、油絵っていうのはだいたい500年ぐらいはずっとこう歴史的にずっと紡がれてきているわけなんで。で、当時と違うのは絵の具の顔料の幅が増えたと。でも最近は環境問題とかによってそういう科学的な顔料っていうのも制限がかかってくるとかいろいろ問題はあるとは思うんですけども、やっぱり長いこと続いてきているもんっていうのはもう意味があると僕は思っているんですね。未だに2000万人ぐらいの人がルーブル美術館に訪れてモナリザを見るなんていう話は皆さん知ってますかね。っていうぐらいで逆にもうモナリザのところがわーっといるけど案外他のところ人いなかったりするみたいなこともあったりするんですけど、それぐらいこうずっと見続けられていくものっていう普遍的なものっていうのはやっぱりこれも質問よく受けるんですけど AI 絵画ってどう思いますかみたいな、もちろんすごいなと思うんですけど、すごい最新のテクノロジー的なものとかっていうのも5年10年経つとそれが当たり前になってきたりするじゃないですか。でも最終的な手の仕事って大体残るんじゃないかなっていうふうに僕は思っているんですよ。私自身のこれは考えですけども、なんかこうレンブラントと全く同じように描けたみたいな AI によって多分そういうのできるようになるやろうなっていうふうには思ってたけども、それで美術館にあって皆さん多分感動はすると思うんですけど、5年後とか10年後とかはどうか分かりませんもんね。例えば、3D プリンターっていうのでなんかできるようになったぞと。もうこれから多分着色までできるようになるでしょうし、相当大きいものもう家まで多分作れるという時代が来るとは思うんですけども、でも例えばうちなんかは大工さんが何度も見に来てたんですけど、ほぼ一人で作ってました。木切ってね、ものすごい愛情こもってますよね。半年以上かかりますもんね。なんかそういうのとかもなんか全く真逆のものっていうのに対してなんか面白さを感じ続けるというのは多分生き続けるんじゃないかなと。すごい壮大なオーケストラも素晴らしいけどアカペラで歌うのも素晴らしいみたいなのかもしれませんし、すごいもう何十時間煮込んだ豚骨ラーメンのなんとかもあれば、もうね酢うどんみたいな、ごめんなさい全然話が違うかと、はい長々とダラダラと適当な言いたいことをしゃべ最後のところ見せたいから今粘ってるんですけどね、こうやってねダラダラ最後のところちょっとこの辺はいつもの感じで、この髪の毛なんかもある程度僕は書いて少しずつ解像度を上げていくという感じで、初めは大きなストロークでわわわと書いていっております。で、いう感じです。森にいる女性ということで、やっぱり人の影の中とかの色というのはちょっと印象が違うんかなと。普通の室内とか、蛍光灯の光の影とかっていうのはちょっと印象が違うんかなというふうに思います。で、質問とか全然遠慮なくしてください。もう700本もあったらね、これ見てあれ見てって言うかもしれませんけども、遠慮なくしてもらえると思います。もうほとんど言っていますので、でこの辺もまだ一層目でこんだけ粘って、そして10何分も粘るか。私もこれはここで完全に乾いてからグレーズ、完全に乾かす、1週間ぐらい置いてですね、完全に乾かすということですよね。何でもそうじゃないですか。でも時間かかるものは時間かかりますもんね。何時間も秘伝のタレ、何時間もあれした継ぎ足しのなんか秘伝のタレですとか、ああいうのなんか衛生的にどうなんかなとか僕なんか思ってしまうんですけど、煮立ててこの入れ物自体はやっぱ入れ替えるんですかね、やっぱね、で洗ってとかするんですかね。はい、今スカンブルしました。これすみません、大事なポイントの一つかもしれません。いきなりこの顔面なんかねコントラスト強すぎるなと思ったからもうガッといきました。グレーズという風にしてちょっと画面を完成油だけで濡らした後にスカンブルという方法ですね。こういうのもまた特化した動画を作ろうと思いますので、ちょっと技法もね初めて見る人には難しいっていうかもしれませんし、逆にいつも見てる人にはつまらんっていうかもしれんし、難しいねこれねごめん、動画って面白いねそういうのが面白い。皆様のね要望とかに適当に答えながらも、私のなんていうかアーカイブとして残しておこうということもありますしね。で暗いとこぐーっと書き込みに出しました。もうこの辺ももっとアップで見せてます。絵の具のマチエルとかもぐーっと見えるようになっておりますので
書いていっております。本当にそういうもうね23年ですからね、21世紀になって四半世紀が過ぎようとしていると。ね、早いもんですね。どんなもんですか。ドラえもんっていつのから来た人なんですか。来た人ちゃうか、猫型ロボットですか。よくわかりませんけど、時代がそうやってどんどん進んでいきますよね。もう僕も40年ぐらい前、小学何年生の時に大阪から奈良に引っ越してね、でもう本当にその時衝撃やった、環境が変わればっていうあれですけども、なんていうか廊下をなんていうか下半身すっぽんぽんで走ってるプールの跡とかね、男の子いたんですけどね、そのことはいまだに親友というね、何の話からそうなったんですか。今ちょっとまた脱線癖もあります。そして唇とか書いていってます。本当まだこれ釜湯というような、もうグリザ湯か釜湯かもそういうのも実は多分あんまり細かい線引きがここからここまではこうとかああとかって僕はあんまなくて、なんかそういう動画をちょっと作っているんですね。インパストっていうのはこういうのですよとかああですよとか。でもその線引きってものすごい難しいなと思って、これってどっちなんやろなと。スフマートじゃなくスカンブルなんか何かなとかね、なんかそういうのとかもありますもんね。でちょっと特に明るいところにインパスト、明るいところにインパストって厚く塗っていくということをしていってます。油絵の具を、大体印象派なんていうのはある程度オールオーバーに絵の具がバーっと均等についていくような感覚があるんですけども、案外若い頃に例えばルノワールにしてもモネにしても意外とそういうことはしています。初めの頃っていうのはやっぱ基礎的な学習っていうのはしていますもんね。はい、だいぶ白くなってまいりました。この時はちょっとどのぐらいで描こうかなっていうのを悩みながら描いていましたけども、だいぶ悩みながら描いて、それは描きながらももちろん悩みます。もうちょっとこの絵は物質感をつけてみようかなとか、もう少しこうしようかなとかっていうのも描きながらも考えてます。でもある程度頭の中にイメージはあったりして、それに近づけていくという作業と、あとは微調整をしながらなんか変化をしていくことに楽しんでいくという作業を絵を描いている時しています。絵を描いてる時何考えてますかってよく聞かれますけど、なんかもう本当に単純作業してる時なんか単純作業してる時で映画見たりドラマ見たりとかしたりしながらほとんど音声を聞いてるだけなんですけども、ラジオ聞いたりですねとかしてますよ。音楽聞いたりとかもしてますしね。でちょっとこの辺というのも少し影の中の色というのはちょっと絵の具が薄くなってきて、要は物質感のあるところっていうのに人間の目が行くので、行きやすいじゃないですか。パレットにブチューッとチューブ出してチューブから出したところ、絵の具を伸ばしたところ、やっぱ物質感のあるこっち目行くと思うんですよね。薄いところよりも。でそういう明るいところに物質感っていうのを持っていくっていうのが油絵の一般的な伝統的な方法です。そして叩き筆という筆ですね。トン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 という風にしていっております。ちょっとだけ背景もお見せしておきますけどね、ほんの少しですけども背景もお見せしておきます。この木の描き方に関してはもう一つの方の動画を見てもらえるといいんですけども、グレーズした後に思い切ってバーンと明るい色、光がボンと当たっている色を乗せて、スカンブルみたいな感じですねっていうことをしてみたりとかしていっております。こんな700本もベラベラ喋りながら撮ってきましたよね。本当にゆっくり喋ると今自動翻訳機能がだいぶ正確になってきて、これはものすごいありがたい。いつかこれ削り出しという方法ですね。削り出してます。ほら削っていってガガガガガガね、こういうのもお見せしていってますもんね。絵の具のやっぱり構造みたいなのを作っていくっていうね、そして削り出したら下の絵の具がもこっと出てくるとかっていうこととかも使ったりとかしていってます。こういうふうに絵の具の構造とか乾いてからやるというようなもうね、自動翻訳機能すっごくあれはどういうことなんですかね。本当に言葉3年ぐらい前に始めた時もうぐっちゃぐちゃだったんですけど、今だいぶ扇までは合うようになってきましたもんね。そこもぐちゃぐちゃだったですけど、だからゆっくり喋ればちゃんと翻訳してくれるね、戦場カメラマンみたいに喋るといいのかもすみません。細かい描写をしていってます。最後までなんとか皆様をもう逃げていった方いっぱいいると思います。そういうのも全部わかるんですよ。すごいですよね。
あのアナリティクスというのですかね、それでわかるんですよ。すごいですよ本当に。こういうことをずっともう前からアメリカはやってきてたんやなと思うと、ものすごい差がを感じます。ジャパンとですね、本当になんか16年間なんかある職業についてたんですけど、基本変わらなかったですもんね。で業務は増える一方、頑張って減らしてもなんか5%ずつ増えていく感じ。勇気を出して 20% 減らしたと思っても4年後には戻り、5年後からまた増えるみたいな感覚。多分ね、教職員に疲れてる人はみんなそんな感じじゃないですか。便利になってきてるのにねと思うんですよね。なんか非公開のアカウントかなんか作ってね、その SNS に今日これしましたあれしましたとか、なんか全部そういうので写真とか撮って記録にしてね、活動報告じゃないけどもそういうのができる時代になってきてほしいですよね。もっと楽にできると思うんですけど、それでちょっとね、部活動なんかもそうですよね。ね、もう本当になんとかならんのですかね。部活動も大変ね。そこに親もね、あんまり頼りすぎないようにね。じゃあなんかお金ない人はああだこうだとか言われるんですけどね、なんか難しい時代ですよね。なんかね、僕らが野球やったけどプロ野球選手無理やなって普通に思ったから、まあね、なんか適当にやってましたけどね、楽しくね。でもこの間中学の野球部の同級生と飲んだ時に言われました。もう僕エースやったっぽいですよ。僕なんとなく2番手かなと思ったら、やっぱ最後の試合投げてたから小木曽がエースやったよとか言ってくれて嬉しかったですけどね。ということで今グレーズということをしてます。グレーズね、グレーズ透明層をかけていくということです。油絵の具の本当最大特徴の一つですね。3つあるとぐらいの感じかなと思ってて、厚く塗れるっていうこととか、あとグレーズとこういうことができるとかっていうの、乾きが遅い、この特徴3つかな、大きくね。でその特性真逆のことを考えると、アクリルやったら厚くも塗れるけどもちょっと痩せるんですね。アクリル絵の具だとほんの少し水分量で、油絵って基本的にそのままテレピンやったらテレビにちょっと揮発しますけども、大体同じあれで固着してくれる、同じ状態になってくれるというところがあります。油絵の具よりアクリルはちょっと薄くなる。で、乾きが遅い、アクリルは乾きが早い。でその特性をやっぱうまく生かしてあげるということが大事なんですね。で透明水彩やったら厚くは塗れないけど、どんどん描いて乾いたらすぐまた描けるとかね、ありますけども、アクリルも乾いたら描ける。油絵の具やったらもうある程度これぐらい今日は無理やなと、汚くなってきたなと思ったらやっぱり引かなあかんとか、その辺がなんか面白いんですよね。はい、ちょっとスカンブル的な、もうこの辺もグレーズからスカンブルという白っぽい半透明不透明の絵の具をかけながら、下の絵の具もうっすら活かしながら、でもこれに厚塗りかなんかをポンと乗せると今度は、インパストっていう言葉がどこから境目で変わるかってようわからない。そんなもんね、難しいね、適当にね、いい絵描ければいいだけやと思いますけども、では絵の具をインパスト厚く塗っていっております。すみません、最後の方になると本当に、細かい描写をお見せしますのでちょっとお待ちくださいね。我慢してくださいね。はい、ごちょ書いていっております。だからその辺っていうのもなんか線引きをビタビタとしたがる人もいれば、僕みたいに覚えれへんし適当な人もいますね。もうなんかその辺難しいですよねという感じで書いていっております。で、不透明の絵の具とかで、これなんか今見たらこれ800いくらの、よく僕の水彩画とかのこの筆使ってますよみたいな筆ですもんね。って見るとね、こんな筆でも油絵描いてますもんね。だからその辺って僕は結構臨機応変です。だからこの筆じゃないとダメとか、この絵の具じゃないとダメもないんですね。なんかそれぞれの画材のいいとことかを取りながらとかっていう風にやっていくタイプでございます。本当にこの間高校生の男の子3人来てくれたんですね、個展に。嬉しかったですよね。僕の高校生の時ちょっと思い出しましたよ。行動力あるというかね。でなんか初めなんか男の子3人でと思ってたんですけど、男の子がコショコショ喋ってるから、よう見たら制服やったんですよね。なんかなんていうの、洋服上着を着てたからあんま気づかんかった。高校生なんやと思って、高校2年生ですとか言って、ファンですとか言われて、おっちゃん嬉しいな思ったんですよ。あんなんめちゃくちゃ嬉しかったんでね、高校生本当になんかこれから生きていく子たちはやっぱりね、想像力ってめちゃくちゃ大事だと思うんです。めちゃくちゃ大事だと思うんで、もちろん勉強もある程度やっとかなあかんでって思うんですけども、苦手なものは
ほどほどに得意なことは徹底的に伸ばすぐらいの方がね、全然やらんちゅうわけにはいかんから、赤点取ったり進級できへんかったりするしね。いや、小木曽先生がそんなんええわって言うてたなんて言わないですよ。僕も一応全部やってました。国語だけがあんまり良くなかったんですけど、通知表探そうとしてるとか面白いでしょ。国語だけはもう本当にこう国語力が全然なくて悪かったけど、もう算数数学が得意やったですもんね。英語とかもね、英語ちゃんとできた方が良かったな。でちょっと叩いていってます。こうね、透明のこの影の中みたいな透明の絵の具がこう残っていたり、こう小さい叩き筆で叩いていったりとかしてます。便利よね。もう叩き筆でもなんかね、ジャングルさんで顔持ったら買えますからね。もう考えられないですよ。本当に東京行ったら画材屋行くぞとか、世界堂行くときはワクワクしたとか思ったけど、大体のものが今インターネットで、その便利さっていうのがこうワクワク感を阻害している感はあるかもしれないですよね。昔やったらこうね、こうのにいいかな。でもやっぱり本物見たら違ったって大体の人言います。大体の人が言うてくれますけど、やっぱこれ動画で見てるから満足やと思わずに、ぜひぜひ機会があれば、これいつになるかな。この絵出せんのな、多分9月かな。2023年9月かなと思いますけども、よかったら見に来てもらえたらなと、個展などねあれば見に来て、そう本当に佐賀で個展してても、東京から高校2年生が飛行機乗って一人で来てくれた、元気してる、全部男の子やけど、北九州から来ましたっていう男の子もいたんで、元気して全部男の子やけどね、そんなばっかですけどね、昔からなんですけどね。で細かい描写をシューッとこれ毛をね、こういうのもこう山切りカットにしてます。名村のこれ筆もこれね、これいろんなところで紹介してますので、よかったらいろいろ。で、髪の毛の描き方という動画も上げてます。そして後ろの木も。下地を生かしながら描きましょうってこうよう言うんですけども、下地をこう生かしながら、それのマチエールを完全に消さないで描いていってるということです。ネチ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 描いていっております。ネチ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 細かい描写が入ってきました。ね、ああいうのもう本当に、で、わかんないですけどね、そう考えると、多分全国にこう、学校の中に、上級の先生いないところも増えていくやろうかなと思って。だからこうやっておっちゃん頑張って作っとるんですよ。でそういう子たちがもうね、でもしかして学校になかなか行けないという人もなんかね、勉強している気分になるでしょ。なんかね、こうでちょっとね、お母ちゃんお父ちゃんデッサンやってみたいんやけどとか言うたらね、お父ちゃんお母ちゃん嬉しいかもしれへんしね、なかなか外に出にくいという人もねいるかもしれませんし、僕本当におすすめ、外に出にくい人、僕も体調悪かった時あるから分かるんですけど、本当にこう誰もおらん山の中行ってみ、本当にこれ何人か大学で先生してた時やったことあります。これ本当に。そこに1時間寝とけと言って、僕は絵描いてるんですけど、何人かで行くんですね。で体調悪い子を引っ張り出して、でもう寝ときって言って、寝てるだけでちゃうからって言うて、意外となんかってなる子たちはいます。分かんないですけどね、これはやっぱりこうどうしても視野がどんどん狭くなっていく感覚と、僕はなんかこうなんとなくこう世の中に流れ、もう変なあれじゃない、宗教じゃないですよ。木とかはちょっとあると思うんですよね。狭い部屋で光の当たらん場所にいたりして、木がこうね溜まっていくみたいなのはちょっとあるんちゃう。ちょっとやばい宗教みたいなこと言ってしまったけど、僕はなんとなくそんな思ってて、やっぱ循環してるところの方が自然は大きなホスピタルって、すみません、細かい描写を見せていってます。ここから最後、ようやくここまでつなぎました、おじさんね。最後細かい描写がどんどん増えていきます。髪の毛のこのね線とかも分かります。かなりね、ちょっとねこれスタンドオイルとかを混ぜてみてもいいですよ。いつもポピオイルだけとかテレピンとポピオイルとかで書いてるんですけど、ちょっとスタンドオイルかなんかを混ぜてみたりとかして、ほんの少しね、そうするとちょっとノリが良かったりもしましたんで、この辺ね頑張ってやったので、おじさんちょっと持っときますね。最後細かい描写をしながらちま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 書いていってます。この辺はハッチングとかね、この辺なんかはこんな風に物質感、ここまで本物見る時も寄ってみたらって感じでしょね。ここまで寄ってみたらこんな感じかなということで、まつげとかもこうやって書いていってます。ここまでなんとかつなぎました。皆さんにねここまで見てほしかった。はい、細かい描写をしていってます。こういうところは本当緊張感を持ってやってますよね。毛先が絶好調なやつ使いながらね、球体であるというようなイメージは常に持ちながらですね、目ん玉とかね、描いていってます。この辺はハッチングと呼ばれるような細かい点を少しつなぎ合わせながらちゃん
ね、この辺のちょっと光ってるようなところとかっていうのとかですね、この辺とかもグラデーションをつけるときに、もちろんこう縫ってそれをグラデーションにするのもいいけど、今回はちょっとハッチングという方法を使ってやっていってます。ってね、そういった方法もありますしね。細かい描写を最後こうやってしていきました。ちょっとピントがあったり合わなかったりですみませんね。この辺見るとグレーズして指ですり込んでいるようなマチエールみたいなのが見えてきませんか。ちょっと青っぽいのとか紫っぽいような感じの寒色系をどっちかちょっと、青とか紫に近いのを今回は塗って、コバルトグリーンみたいなの初め紫に塗ったんですけど、その後コバルトグリーンみたいなのに変えたかな。で、最後はもうちょっとこう黄色っぽい白にほんの少し黄色を混ぜたようなとか、ちょっと赤を混ぜたような反対色ですね。緑と赤とかね、反対色、紫の反対色は黄色とか、っていうのでやりながら点々点と置いて、それで隙間のところからその下の絵の具も見えつつみたいな、これもハッチングとも言えば、スカンブルというふうにも言うでしょうしね。だからその辺のこう言葉の線引きみたいなのがすごい難しいんじゃないかなというふうに思います。だからあんまりそんなに気にせず、でもなんとなくはこういうふうにやっていくんやなと、そういう複合技でどんどん複雑にしていって、密度を上げていってるんやなということをご理解いただければなというふうに思います。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらコメントいただければ嬉しいです。グッドボタンもありがたいです。最後細かい描写をしてます。チャンネル登録してない方ぜひぜひ。チャンネル登録よろしくねって言えますか？パパ。アンパンカンカン。アンパン電車が好きです。